ゼータガンダムの開発秘話と紹介。ゼータガンダムは、機動戦士ゼータガンダムで登場したモビルスーツ。エウーゴとアナハイムエレクトロニクスが、共同開発計画、ゼータ計画で開発された機体の一機である。時代背景として、宇宙世紀0087、エウーゴと協力関係にあったアナハイム社は、リック・ディアスの完成と同時に、次世代の高性能モビルスーツ開発計画、ゼータ計画を開始していた。本機を開発するにあたり、開発チーフは勝見設計技師、総合技術オブザーバーは、旧ジオン広告出身のアレクサンドロ・ピウスツキ博士が担当した。まず、当時開発が進められていた機体をベースとした MSN001 デルタガンダムを設計したものの、フレームの強度不足から採用が見送られた。その後、アクシズからの技術交換によって得られたデータをもとに、より変形機構が簡易な MSA005 メタスを開発したが、これは難なく進捗し、データ収集も完了したものの、既存のモビルスーツからは、スタイルが異なる試作機の域を出ないものであり、白兵戦には適さない機体だった。そこで、さらに、非変形型の MSZ006X プロトゼータガンダムが開発されたが、この機体は、アナハイムエレクトロニクス特有のブロックビルドアップ機構により、生産・整備性を高める狙いがあったが、制御系に課題を残した。そして、この MSZ006X をベースに変形機構を盛り込む試みを行い、変形機能こそ実証したものの、フレームの設計から、モビルスーツ形態時における金属疲労に耐えきれなかったことから、実用化には至らなかった。その後、ティファーンズが開発したガンダムマーク2が同社に持ち込まれたことで状況は一変する。ガンダムマーク2に採用されたムーバブルフレームの設計思想は斬新であり、可変モビルスーツに要求される機能に十分に備えたものであった。アナハイムエレクトロニクスは、この技術の習得後に、大気圏突入能力の実証を目的としてフライングアーマーを開発した。ガンダムマーク2のオプションとして用意し、データの収集を行った。さらに、紙指弾による変形モビルスーツ案のプロットを採用。ムーバブルフレームによる可変機構は、アナハイムエレクトロニクス所属のゲルハルト・グルック博士の手により実用化される。こうして完成したゼータガンダムは、ウェイブライダーと呼ばれる巡航形態への変形能力を有し、大気圏突入をも可能とする破格の汎用性を実現した。本機のムーバブルフレームの基本構造は、コピーが容易である上に、他の機体とは比較にならない強度を持つため、以後に開発されたモビルスーツのほとんどが、どこかにこの構造を取り入れている。ジェネレーター出力も高く、ゼータガンダムは宇宙世紀100年代の機体にも近似する仕様といえる。そのため、ゼータガンダムは第3世代モビルスーツとも称されるほどの高性能モビルスーツである。こういった経緯を持ったモビルスーツであるが、性能だけでな豊富な装備も持っている。ウェイブライダー時には、ビームガンとなるビームサーベル、サーベル発生機能を持つ超重心ビームライフル、複数種の弾頭を扱えるグレネードランチャーなどの多目的に使用できるものが揃っている。オプションのハイパーメガランチャーに至っては、固有のジェネレーターやスラスター、アポジモーターを備え、モビルスーツ、ウェイブライダー双方での運用を可能としつつも独立した兵装として、主機への負担を抑えている。しかし、ゼータガンダムに問題点は存在する。それが、複雑な機体システムゆえの高コスト、劣悪な整備性といった問題である。このままの形で量産化に移行することは不可能であった。機体挙動自体も非常にピーキーで先鋭的な特性を示し、操作性が低下した点も理由の一つである。特に後者に関しては、後に簡易サイコミュであるバイオセンサーが搭載されるなど、操縦系統に改良が施されているが、根本的に搭乗者を選ぶ傾向に変化はなく、宇宙世紀91年に完成された系列機理化時においても、同様の問題を抱えていると言われている。ここで、ゼータガンダムの大きな特徴であるバイオセンサーに触れたので、このバイオセンサーについて触れると、アナハイムエレクトロニクスによって、ニュータイプの素養がある人間の搭乗機に極秘裏に組み込まれたインターフェースである。純サイコミュあるいは簡易サイコミュの一種で、パイロットの脳波制御により、機体のコントロールが補助され、追従性が向上する。作中では、半グラビのビームを弾いたり、死者の魂を集めて、ゼータガンダムの力に変換したり、ジオを機能不全に追い込んだりとかなり汎用性の高い装置である。ゼータガンダムは、機動戦士ゼータガンダムの活躍だけでなく、次回作の機動戦士バブルゼータガンダムにも登場している。この時は、グリプス戦役後で、
パイロットである神指団が精神崩壊してしまったので、素人であるジュドーアーシタが代理で登場していた。その時はゼータガンダムを使ってボクシングをするなど、なかなかな使い方をされたりしていた。その後はルールカが登場する。戦いの中でゼータガンダムの頭部が破壊され、代わりにその辺りの宙域に浮かんでいたザク2から頭を代用して修理をされたりしていた。そしてネオジオン構想中にアクシズでクインマンサとの攻防戦の中、ゼータガンダムのビームライフルによりクインマンサを撃破するが、そこで中破しルールカが脱出するため放棄される。しかしゼータガンダムはその後については公式関連の書籍で、戦後すぐに地球連邦軍が回収し修復されている。しかしニュータイプの反乱を恐れた交換により、他のガンダムタイプと同様秘匿されたことが多く記載されている。実は第2次ネオジオン構想時はロンドベルがゼータガンダムの使用を申請している。しかしゼータガンダムは所在不明として却下されてしまった。余談ではあるが、ゼータガンダムが一般的にネタとされることはある。それはアニメ機動戦士ゼータガンダムの最終決戦のジオとの戦いで、ウェイブライダーでジオのコックピットに突撃して撃破する。ウェイブライダーの先端が赤いため、よくあるスイカ型アイスクリームに例えられるのだ。今日の内容はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。